はいどうも、こんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトルです。本日の動画はコーヒーの賞味期限についてちょっとお話ししていきたいなと思ってます。コーヒーは生成食品だと思ってまして、植物の木の実の種になるので、植物の良し悪しというか季節であったりとか、1年に収穫できるのも1回2回とか決まっているので、野菜とか果物とかと同じように考えてもらってもいいと思うんですよ。なので、もちろん賞味期限っていうのがあるんですよ。結論から言いますと、僕の中でコーヒー豆の賞味期限って焙煎から3週間です。そんたったそんだけって思うかもしれませんね。そもそも賞味期限っていうのは美味しく飲める期間ですので、3週間超えたら飲めないのかっていうわけではないです。一般的に賞味期限は半年って書いてるところもあれば、1年って書いてるところあると思うんですけども、それも間違いではないと思います。別にだって飲めますから。ただ、もし僕が豆を買うとしたら、より焙煎日から短いものっていうんですかね。まだ焙煎したてのものを選んで買いたいです。新鮮ですからね。で、買うときもより少量で買いますね。やっぱり飲むスピード、1日1杯2杯とかであれば、15g、20g ずつしか減っていかないので、100g 買ったとしても、毎日飲んでも5日間はかかるじゃないですか。なので、1キロとか買ったら、毎日飲んでも50日かかりますよね。毎日飲んで50日ですよ。しかも開封してから劣化って進むのが早いので、それってコーヒーを美味しく飲むとはちょっと違うのかなと思ってしまうんですよね。確かに一気に買った方が安いです。コスパはいいです。ただ、僕の中では美味しく飲むとはちょっと離れていくんじゃないかなと思っているので、できればその少量をこまめに買った方がいいのではないかなと思ってます。もちろんロイヤルブルーコーヒーは 100g ずつも買えますし、なんなら一回一回使う分量に小分けして出荷することもできます。だって美味しく飲んでほしいから。はい。開封するとね、どうしても劣化は進んでしまうんで、できれば皆さんも美味しいコーヒーを飲んでもらいたいです。で、劣化についてなんですけども、保存方法によっても劣化っていうのはもちろん変わってくるので、例えばこんなね、ジップロックに入れておくと、数日間とか短い期間であれば別にいいのかなと思うんですけども、長い期間保存には向いてないんですよね。コーヒー豆は紫外線から離してくださいと。で、空気からも、酸素ですね。酸素からも離してくださいと。あとは匂いであったりとか温度ですね。を気をつけるというか、あんまり高い温度のところでは保存しないでくださいねっていう風なのがあるんですけども、でこういったガラスのやつであれば匂いもね、提供されにくいパッキンもついてるし密閉されてます。ただ、透明だとやはり太陽光というか、紫外線が気になりますよねっていう。じゃあ、こういった形の色塗りされているものであれば、まだいいのかなと思います。ちょっとここ開いてますけどね。で、僕が思っているのは、こういった太陽光からも守れて、で空気も抜けるという風な優れものもあります。知らないで買うよりも、知ってて納得した上で自分の考えに沿って買ってもらったらいいと思います。で、そこで一つ気をつけてほしいのは、あまり容量が多いと使ってった後、この部分、今ここ、コーヒーここまであるじゃないですか。ここの部分って空気ですよね。酸素入ってますよね。なので、酸化してしまいます。はい。ということで、大きさっていうのも、多少考えてもらったらいいのかなと思いますけども、こういった保存容器、見てて映えるというか、ね、いいんですけど、僕はそのコーヒー豆買った状態のアルミ箔のついた状態で保存した方が保存としてはいいのかなとは思います。それは、個人個人にお任せしますので。劣化についてお話しするんですけども、ハンドドリップで入れたホットコーヒー。実は劣化のスピードが恐ろしく速いです。温かいものっていうのは劣化がすごい速いんですよね。なので、同じ原理というか、生の豆の状態だと保存期間はそこそこ長いですけども、焙煎した後って劣化のスピードって速いんですよ。熱が加わってるからなのかもしれませんけども、ホットコーヒー入れました。それをじゃあ冷蔵庫に保存して明日飲もうとかい
いう風な考えだと、次の日飲んだらなんか美味しくないみたいな、昨日ホット美味しかったのにみたいな感じなんですけども、それは多分もしかしたら劣化してるのかもしれないです。じゃあどうやって入れたらいいのということなんですけども、急激に冷やせば劣化のスピードは多少ゆっくりになるので、アイスコーヒーを入れるような原理で、氷を入れてホットコーヒーをアイスコーヒーとして入れるみたいなショート動画があるんで、じゃあこの辺にもしよかったら見てください。急激に冷やした後に冷蔵庫に入れて、極力密封してあげると、冷蔵庫の他の匂いが移らないですし、空気を触れさせないために、極力空気を減らした状態で保存しておくと美味しくいただけるんじゃないかなと。そのままホットコーヒーをそのまま冷蔵庫に入れるよりかは美味しくいただけるんじゃないかなと思います。ぜひ試してみてください。はい、それでは今日のまとめに行きたいと思います。コーヒーはまず生鮮食品です。なので買いだめとかはせずに、極力こまめに買ってほしいです。美味しくいただくためには。続いて賞味期限は焙煎してから3週間。これはあくまでも個人的な感想です。なので焙煎日を気にして買ってもらえると美味しくいただけるんじゃないかなと思います。保存容器なんですけども、太陽と空気、あと湿度温度から届けた方が保存期間は長くなるんじゃないかなと思います。で、保存容器も自分の飲むスピードに合ったものですねにすればいいと思います。で、ホットコーヒーは酸化しやすいです。なので、冷蔵庫に保存するときは急激に冷やしてもらってアイスコーヒーを作って保存するといいと思います。ちょっと補足なんですけども、豆の状態と、粉の状態だと、粉の状態の方が劣化は早くなります。なので、できれば豆を買って引き立てを飲んでください。引き立てを飲むことでより美味しいコーヒーに近づけると思います。本日の動画は以上となります。あなたのコーヒーライフがより豊かになることを祈ってます。あなたにとっての美味しいコーヒーを一緒に探しましょう。如果你觉得这个影片有帮助或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧。下周见。